はい、皆さん、こんにちは。いや、皆さん言いたいことはわかりますよ。真っ赤なお花の直樹マンですよね。はい。先週僕ね、剣山にね、登りに行ったんですよ。剣山徳島にある2000メートルの山です。そこでアークをね、探しに行ったんですよ。まあ、そして持ち帰ってきたのは、この赤い花でしたね。2、3ヶ月前に TikTok で流行ったこちらのタイムトラベルしたかもしれない男性のお話みんな知ってます？この話を見てたら、昔にもしかしてタイムマシーンのね、製造に成功していたかもしれないアメリカの21歳、マイク・マーカムの話を思い出したんですよ。皆さんこちら知ってますか？ 1995 年、マイクは科学の知識を持っていたため、日々自宅のガレージに壊れている電化製品を持ち込んではいじり倒していたんですね。そんな彼は未来にある重要なね、情報をね、どうにか得られないかと、未来の情報をキャッチする装置をね、作ろうと考えていたんです。その情報というのが、宝くじのナンバー。ロマンのかけらもないただの金の亡者でした。そこで作られたのが、ジェイコブズ・ラダー、ヤコブのはしご。このネーミングは旧約聖書の地上から天国に通じるはしごから取られています。機械の仕組みは2本の細長い金属のロッドの間を放電させる装置でした。スイッチをオンにすると金属のアームは連続した電力を駆動させることに成功。ただ自宅の電力って制限がかけられていて、そこまでね、満足させる電力は出せなかったんですね。アメリカの家庭用電圧は110から120ボルトとなっていて、より強い電力を生み出すために自分で電力コイルを作ることにしたんです。これは細い金属をぐるぐると螺旋状に巻いた電子部品で、このぐるぐる巻きする回数が増えれば増えるほど電圧が高くなるという仕組みで、マイクはこの作業を400回以上繰り返し、電圧を120ボルトから2万ボルトまで上げることに成功。早速装置を起動させましたが、装置は作動せず、ただアームの間が放電されているだけ。ただマイクが装置を切断しようとした時、よく見ると装置の上にかすかに奇妙なものが浮かんでいたんです。それは炎の熱の揺らぎのような、その歪んだ空気が球体のように見える。とりあえず近くにあったネジを歪みに投げてみると、なんとネジは消えてしまったんです。ただよく見てみると、ネジは消えてから数秒後、歪みのある場所から3メートルほど離れたところに落ちていたんです。何回同じことをしてみてもネジは離れたところに移動する。なんかよくわかんないけど、とりあえずネジがテレポートしてるんですね。マイクはね、同じことをね、何回も繰り返してやりすぎちゃったから装置が故障しちゃって、さらに大きな装置を作ることにしました。そこでマイクはさらなる電力を求めて、ミズーリ州キングシティの電力会社の変電所に放置されている工業用の電圧機を回収しに行ったんです。そして白昼堂々と変電所から変圧器6個を積み込み、そこから数週間後、マイクはいよいよアップグレードした装置を完成。稼働まで3、2、1。マイクがスイッチを入れたら、なんとね、装置から大きな音と火花が散るだけで、前回と同じような歪みの空間を生み出せなかったんです。次の瞬間、自宅が停電。そして街全体も停電。マイクは停電するまでの電圧を計算し直し、装置にうまく調整を加え、2回目の実験では装置をうまく機能させ、数十センチの幅の熱の歪みの渦を作ることに成功。マイクはネジの時のように物体をエネルギーの渦に通しました。さて、何秒後に、そしてどこに出現するのか。待っていたら、なんと渦に通した物体は再び出ることはなく、完全に消えてしまったんです。どこにテレポートしてしまったのか。ある日の午後ね、マイクは友人たちを招いて、その渦の中にね、いろんなものを投げていたんですね。遊んでいて、そしたらね、あれちょっとなんか大きなものを投げてみない、せっかくだからってことになって、数人がかりでリビングのソファーをエネルギーの渦に押し込んだんですが、やはりソファーは消滅。再び出てくることはなかったんです。するとなんと8人の警察官が捜査令状を持ってマイクを訪ねてきたんです。近隣住民からの騒音通報とか、変電所からね、変圧器盗んでるしね。警察によると、変圧器はそれぞれ1万2000から7万6000ボルト。簡単に感電や爆発を引き起こす危険性があるということなんですけど、マイクは大学レベルの電気工学を2年間学び、タイムマシンを作ろうとしていたが、十分な電力がなかったと警察に述べたそうなんです。こいつは完全に頭おかしいってことになりますよね。その結果、マイクは1995年1月29日、人口約1300人の北西ミズーリの町の周辺で停電を引き起こし、変圧器を盗んだ重罪で逮捕。60日間の刑務所生活と5年間の保護観察を受けることに。ただこんなピンチはチャンスに変わることがある。マイクの騒動が話題になって、カンザスシティの男、ポーチでタイムマシンを作ろうとしているという見出しがね、新聞で取り上げられて、これがきっかけで
アメリカの人気ラジオ番組 Coast to Coast AM の司会者アート・ベルのゲストに出演。司会者のアート・ベルはね、ある程度のね、科学的な知識を持っていたから彼にいろいろ質問するんですよ、そのタイムマシンの装置について。マイクもなんか分かってるような様子っていうか、なんかね、何か誇張してるわけでもないし、淡々と彼が作っていたことを述べていて、そしてそれをね、聞いていたリスナーさんたちが、やべえ、こいつガチかもしれない、俺こいつに金出してよみたいな感じで結構盛り上がっていったんですよ。しかも金銭的な融資だけではなく、変圧器を寄付する人やマイクが実験を行うための土地を提供する人まで出てきて、そこでマイクはカンザス州オーバーランドパークの実験用の倉庫で新しいチームと一緒にタイムマシン装置の設計建設に取り掛かりました。そして1年かかってようやっとマイクは大きく改良されたタイムマシン装置の建設に成功したんです。今回はプラズマトルネードというものを作り出すことが可能なより効率化された装置で、自宅の時は76,000ボルトの容量に対してこちらはなんと300万ボルト、ピカチュウの30倍。全然ピンとこないけど、テスラがさ、テスラコイル作ろうとしてたっていうか作ってたじゃん。あれがどうやら数百万ボルトらしいから、ほぼテスラと同じぐらいの機械ってこと。この時の装置の作動テストでは、装置のスイッチを入れると上空に約 1.5 メートルの熱を発して回転する輝くエネルギーの球体が出現し、マイクはこの球体にめがけてモルモットを投げて入れたんです。いや、実験動物ではあるけど、かなり残酷なことしてるよね。すると前回同様、モルモットは球体に飲み込まれ消滅。しかも今までと同様、数十秒後に50メートルから150メートルぐらい離れた位置で再び現れたんです。それも毎回倉庫の東か西方向に。この実験はマイクだけではなく、その場にいた15人ほども目撃しているんですね。これは要はマイクに出資とかね、その実験の場所を提供してくれた人たちに参加していいよってその場にいさせたんです。何が起きているのかいまいちわからない。ただテレポートしているだけなのか、あるいはなんかその別の次元に一時的に行って再び現れているのか、あるいはその本当タイムトラベル的なことをしているのか。これとね、同じやり方でしていた実験が有名なフィラデルフィア実験です。駆逐艦と乗客がテレポートして体と機体の一部が融合してしまったと言われている、一応都市伝説的な事件なんですけど、どうやらこれ本当だと言われている説もある。みんな思い出してください。マイクは宝くじを当てたいっていうしょうもない動機でね、このタイムマシン装置をね作り始めたんですけど、今のところなんかうまくいっちゃってる感じなんですよ。もうここまでいったらやることは決まってますよね。はい、とうとう彼はね、禁断の実験に手を出してしまうんです。自分自身がそのエネルギーの中に飛び込む。そう、マイク自身がそのエネルギーの球体に飛び込んだんです。案の定彼は消えてしまいました。時は進み2015年9月4日、アートベルの新しいラジオ番組ミッドナイト・イン・ザ・デザートに消えたはずのマイクが再びね出演して、あの日彼の元に何が起こったのか語り始めたんです。エネルギーの球体に飛び込んだ瞬間、何かが爆発して眩しさで何も見えなくなって、なんかどこかに落ちた感触があったんです。意識を取り戻すと軽い記憶障害が起きていて、少しずつ時間が経つともに分かっていきました。マイクがいたのはなんとタイムマシン装置がある倉庫、ミズーリ州カンザスシティから北東へ1300キロも離れたシンシティの郊外であるオハイオ州フェアフィールドの農場でした。近くのホームレス施設に何とかたどり着くんですけど、そこにある新聞紙を見てみると、なんと2年が経過していたんです。一瞬にして1300キロ、そして2年という月日を彼はタイムトラベルしてしまった。その後タイムマシンのあるはずの倉庫まで帰ってきたマイクでしたが、倉庫にはタイムマシンはおろか、そこにあったはずの数々の設備や研究資料も何もない空っぽの状態だったんです。今頃政府が没収して研究してるんだろうね。マイクはその装置を作った張本人です。95% ぐらいその装置の記憶が残っているんですね。なので彼はそのアートベルに出演してさ、再びその資金を集めて装置を作ろうと思ってアートベルに問い合わせたんで、そしたら案の定多くの方が彼に出資してくれることに。アートベルもマイクにこの話を書籍化することや、なんだろうね、政府と連携した方がいいんじゃねって進めるんですね。DARPA、米国国防高等研究計画バカテーと協力することについてどう思うかと尋ねられたマイクは、彼らは全てを軍事化しようとするだろうし、基本的にフリーでね、クリアなチェックなんてしてくれない。常に何かしらの条件がついてくるっていう、すげえ冷静な回答をするんですね。そこでマイクは再びそのタイムマシーンをね、作って、そして今度はね、また自分がそこに入ることになるんだけど、今度はその記憶とか記録とかいろいろ残せるように携帯電話を持ってその装置に入ることになるんです。いよいよ彼は携帯電話とともに中に飛び込みました。ある日マイクは再び時間旅行を試みる準備が整ったとオンラインに投稿。しかしその投稿最後にまたマイクは
行方不明となってしまったんです。彼はどこへ、そしてどの時代に行ってしまったのか。しかし、あるラジオ放送の最中、アートベルの元に情報提供者からの電話があったのです。電話の主は1930年の新聞記事を見つけたといい、その記事にはカリフォルニアのビーチに打ち上げられた溺死体が金属のドラム缶の中で発見されたと書かれていました。ドラム缶の中で押しつぶされて死亡している男性は身元が分からず、体の近くで謎の長方形の装置が発見されたという記事には謎の装置も載ってて、電話の主はこの謎のデバイスは携帯電話のようだと語っていたんです。身元が判明していないので、七種のゴンベイという意味のジャン・ドーと名付けられました。リスナーさんたちは、もしかしてこれマイクなんじゃねっていうね、説が浮き上がってきて、そこからまた次日が経ち、2022年、パラノーマリスというフォーラム内で、リアルマッドマン・マーカムというハンドルネームの人物が現れ、現在はハワイで住んでいること。また噂では僕は死んでて、1930年頃にタイムトラベルして、海辺でチューブに入った状態で打ち上げられていたらしい。1930年代に発見されたのは僕ではないと投稿してて、ただこの人物は自分がそのタイムマシンを作っていた証拠とかそういったものもね、別に提出してないので、これがマイク・マーカムなのかはわからない。マイクは結局どこに行ってしまったのか、そしてどの時代に飛んでしまったのか。これは全てラジオパーソナリティのアートベルが作り上げた、うまく作り込まれた作り話だったのか、それともマイクは本当にタイムマシンの製造に成功していたのか。皆さんはどう思いますか？いや、いつの時代でもこの2ちゃんとかネットの掲示板ミステリーって本当面白いですよね。正直マイクがこれを本当に成功していたのかとか、この話自体が本当なのかとか、もうわからないよ。ネットのこういったミステリーは未知のままだけど、ただこのタイムマシーンとはいえど、この未知なる科学技術っていうのは本当に皆さん存在しているのかもしれないです。近々ね、その辺も皆さんに共有することができるかもしれないので、楽しみにしておいてください。僕たちが生きているこの世界は本当にマトリックスのようですよ。彼らの持っている技術ははるか先を行っています。そして僕たちは彼らのおもちゃで遊んでいるようなものなのかもしれない。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。